Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では近日中の開催が予定されているイベント、オムニバスストーリー、グリニングバレーへの紹介及び解説を行っていきます。グリニングバレーは以前に行われたイベント、ジュエーにて眠ると同じオムニバス形式のイベントとなっており、アークナイツのイベントとしては中規模のイベントとなります。プレイヤーはイベント期間中、スパイシーボトルウォーターを、イベントステージや通常ステージといった殲滅作戦やイベント常設ステージを除く理性を消費するステージにて入手し、ストーリーを解放することができる素材、事象のかけらや素材などを入手することが目的となります。なお、イベントステージは初回クリアであれば、初回クリア報酬として通常よりも多くのポイントと純正原石1個を入手することができます。ポイントの入手効率はこれまでのオムニバスと変わらず、理性1に対してポイント1となります。今回も例に漏れず、オムニバス開催前には開催週の殲滅作戦は終わらせておくことをお勧めします。イベントステージは通常8ステージと教習8ステージ、固定編成2ステージの合計18ステージ、新たなギミックなどは存在せず、これまでのイベントで登場したギミックのおさらいとなっています。難易度に関してはここ最近の中では特に低めといった印象。これまでのイベントをクリアできているのであれば、難なくクリアすることが可能でしょう。なお、イベントステージでは中級アケトンと人工ゲルがドロップしますが、どちらもドロップ効率は通常時と大きな差はないので、今のうちに SOC やアーツ学といったイベント中は周回できない素材を集めておくことをお勧めします。今回のイベントの報酬形式は、他のオムニバスストーリーやサイドストーリーと同じ、イベント期間中に集めたポイントを一定数交換してアイテムを取得する形式となっています。報酬はイベントストーリーを開放することができる事象のかけらやアーススピリットの専用コーデ各種育成素材となっており、必要となるイベントポイントの数は2175、ステージクリアで入手できるポイントの数は674、自力で集める必要のあるポイントは1501となっているので、理性を無駄にしなければ無課金でも全交換可能です。アーススピリットの専用コーデの方は、後ほど同時期に実装される専用コーデとともに紹介します。勲章の入手条件はこれまでのオムニバスストーリーと同じく、イベントストーリーの全開放とイベント配布コーデの獲得のみ。アークナイツをプレイさえしていれば、誰でも入手することができるものとなっています。今回のストーリーの舞台となる場所はレムビリトン、ドクターとアーミヤ、そしてサベージは、ビクトリアへと向かう前にアーミヤの里帰りとしてレムビリトンに向かうことになります。ドクターはバベル時代にこのレムビリトンにてアーミヤを保護しているので、ある意味でドクターにとっては記憶探しの旅とも言えるでしょう。一方のレイはグリニングバレーに存在するとされている伝説の巨大な生物を見つけるために、ウォーミーとウォーミーを養子として引き取っているランナが操縦する車両をカージャック、何としてでもグリニングバレーに向かおうとします。果たして両者の旅の目的は達成することができるのでしょうか。続いて同時期に実装されるオペレーターを紹介。今回のイベントではレイとウォーミーが実装。どちらもイベントスカウトでのみ入手が可能で、今回のイベントで配布されるオペレーターはいません。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなるので、今回のイベント後も、レイおよびウォーミーはいつでも入手が可能です。ドクターさん、また会えましたね。きっとレムビリトンのご飯が恋しいんじゃないですか？ちょうどこれから旦那お姉ちゃんと厨房に行くので。待った。私は鍋豚ちゃんじゃないです。そう呼ばないでください。ウォーミーはディアマンテと同じ、相手に対して元素ダメージを与えることができる本源術師タイプのオペレーターですが、ディアマンテとは異なり、壊死損傷がベースではなく、灼熱損傷がベースとなっています。壊死損傷も灼熱損傷も、元素爆発が発生する条件は全く同じ。相手の元素ゲージを削り切ることで元素爆発を発生させることができますが、元素爆発に伴って発生する効果が異なります。壊死損傷の場合は爆発時、毎秒800の元素ダメージを15秒間与え続け、徐々に効果が減少していく 50% の虚弱を付与しますが、灼熱損傷は爆発時、即座に7000の元素ダメージを与え、10秒間術耐性を20低下させます。例えるならば、壊死損傷がじわじわと効く遅効性の毒、灼熱損傷が瞬時に被害を与える爆弾といったところでしょう。なお、壊死損傷と灼熱損傷に互換性はなく、両方を同時に運用することはほぼ不可能。基本的にはどちらかを使用するという形になります。
ウォーミーはこの灼熱損傷による爆発が発生した時に自身の攻撃力の最大 320% の元素ダメージを与える効果を所持。つまるところ、端的に表現をするなら、元素爆発の追撃効果を持つ素質を所持しているオペレーターとなっています。認めてくれてありがとうございます、ドクターさん。私、もっと頑張ってみんなにぬくもりを届けますね。つまりみんなの役に立てたらなって。スキル1はスキル発動時、攻撃速度が大幅に上昇。攻撃を与えた敵に対してダメージの一定割合の灼熱損傷を与えるというスキル。スキルの流れ自体は非常に単純。短い頻度で敵を攻撃して灼熱損傷を蓄積させ、ウォーミー単独で灼熱爆発を発生させ、爆発と素質による元素ダメージを与え、術耐性を低下させるというものになっています。そのため、スキル効果自体には攻撃力上昇の効果はなし、このスキル自体は主役になるスキルではなく、技術士のスキル1のような特性や素質を生かすためのスキルと言えるでしょう。スキル2はスキル発動中、攻撃力が上昇、同時に2体攻撃するようになり、オーバーチャージ中であればさらに同時攻撃可能数は3体に上昇、持続時間が30秒に延長され、攻撃目標が灼熱爆発中であれば、追加で攻撃力の 50% の元素ダメージを与えるという効果。なのですが、問題はウォーミーが実装された時点では灼熱損傷を与えることができるオペレーターはウォーミーしかおらず、スキルにはあくまでも灼熱爆発中の敵に対してのダメージ量が上昇。つまり、このスキルでは灼熱損傷を与えることができないので、ウォーミーがスキル2をセットしてしまうと、敵に灼熱損傷を与える手段がないという状況です。なので、現状においてはこのスキルをセットしたウォーミーの評価のしようがありません。オペレーター試験に合格したよ。ドクター、ロドスからのお誘い、ありがとう。あの探求の旅は終わったけど、次はこの船で新しい目標を見つけようと思ってるんだ。レイはコールドショットと同じ狩人タイプの狙撃オペレーターで、弾薬がなければ攻撃ができないという癖は残ったままですが、スキル発動前は弾薬を高速でリロードしたり、サンドビーストを用いることで実質的な攻撃範囲が拡大した上で、非常に高い単発火力を叩き出すことができるオペレーターとなっています。素質1はサンドビーストという召喚物を配置することが可能になる素質で、サンドビーストは例の攻撃範囲内であればどこにでも配置が可能。そして、サンドビースト自身は攻撃はしませんが、周囲8マスが攻撃範囲となっており、サンドビーストの攻撃範囲も例の攻撃範囲という処理がなされるので、実質的な例の攻撃範囲は非常に大きなものとなっています。そして例はサンドビーストの攻撃範囲内にいる敵を優先して攻撃し、さらに与えるダメージが増加する効果も存在します。サンドビーストは常に配置できるというわけではありませんが、非常に強力なサポートユニットとなっているのは言うまでもありません。そして、素質には同じ目標を攻撃するたびに攻撃力が上昇していくという効果。効果は攻撃対象が変わるとリセットされてしまいますが、もともと高い単発火力をさらに強化する素質となっています。もし、もっと空が広かったら、みんな、太陽と月を追いかけなくなるのかな。スキル1は特殊弾を用いて攻撃力の一定割合の物理ダメージとかなりの力での押し出しを相手に与え、このスキルの効果で敵を撃破したのであれば、弾薬を2発追加するというスキル。このスキルで使用する弾薬は通常の弾薬とは異なり、このスキル専用の弾薬となっているので、仮に通常の弾薬が0発の状態でも、このスキルを発動させることが可能です。さらにこのスキルで敵を倒せば通常の弾薬も補給されるので、弾切れの際のカバースキルとして優秀。主に、押し出しによって敵を穴に落とせるマスなどで活躍してくれることでしょう。スキルにはパッシブスキルとして、サンドビーストの攻撃範囲内で、レイが敵を攻撃した場合、サンドビーストはレイが使用した弾を同じ数だけ自身にストック。撤退時にストックした弾をレイの残弾に追加します。SP が溜まった後は攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇し、サンドビーストの再配置時間が最大で 40% まで減少する永続効果も発動するスキル。効果からもわかる通り、レイ自身は永続スキル形式にはなっていますが、サンドビーストを展開し続けなければ深刻な弾薬不足になるので、使用感自体は手動発動スキルに近いものとなっています。単発火力自体はかなり高めとなっているので、殲滅力は高いのですが、サンドビーストを撤退しない限りは弾薬を補給することはできないので、弾切れによる大幅な DPS の低下を避けることはできません。永続スキルという点は魅力的ですが、実質的な手動発動スキルではあるので、
例のスキルの中では一番使う場面が少ないかもしれません。スキル3はスキル発動と同時に弾薬を最大まで補充完了後は攻撃を開始し、攻撃間隔が大幅に短縮、攻撃範囲が拡大、攻撃力の一定割合の物理ダメージを与え、2秒間のバインドを付与。このスキル中に敵を撃破したのであれば、スキル終了と同時に SP をプラス10するというスキル。スキル発動と同時に最大までリロードしてくれるので、たとえ0発の状態からでも最大の火力を叩き出すことが可能で、単発火力は初撃で5400程度、最大まで上昇した状態だと6700を超える数値を叩き出します。単発火力が非常に高いという関係上、バフのノリも非常に良く、バルファリンのスキル2と組み合わせれば単発11000超えも可能。まさに圧倒的な火力で相手を押しつぶす、ボスキラーな性能になっていると言えます。また、敵を撃破すれば発動に必要な SP は実質20となるので、スキルサイクルも良好。弾薬を用いるためどうしても癖は残りますが、圧倒的な火力に対する制約としてはかなり軽いものとなっているので、優秀な一撃必殺スキルとして動いてくれることでしょう。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。続いて同時期に開催されるキャンペーンなどを紹介。今回も例のごとく SOC の狙撃パックが販売されるでしょう。内容に関しては特にこれまでと変わりはありません。今回のイベントに合わせて新たな家具テーマも実装。ボンシラス、アンセル、バブル、メラナイトの階層記録と逆離演算も実装されます。以上でオムニバスストーリー、グリニングバレーへの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。